今月24日の午前3時、ガンダムシリーズの新作アニメが全世界同時発表されます。現時点で分かっているのは、発表の舞台がアメリカのサンディエゴコミコンであるということだけです。そんな新作も非常に楽しみですが、ここ最近ガンダム界隈は動きが活発で、5月15日に開催されたガンダムカンファレンススプリング2026では、2029年に迎えるガンダム放送開始50周年に向けたガンダム50周年プロジェクトの始動を宣言。そして劇場版シードフリーダムゼロの公開決定、ガンダムウィングの新規映像制作決定、そして初代機動戦士ガンダムのリマスター制作決定という情報が一斉に解禁されました。さらに6月には宇宙世紀でもアナザーでもない完全に新しい時間軸を舞台にした新作ゲームガンダムローグオービットの発売まで発表されました。このように動きが活発なガンダム界隈について、今回は現在判明しているガンダム作品の新作現状についてまとめて見ていきたいと思います。それでは始めましょう。機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロ。まずは劇場版シードフリーダムの前日談にあたるシードフリーダムゼロです。本作は2024年11月に制作決定が発表されて以降、1年半にわたって音沙汰がありませんでしたが、5月15日のカンファレンスでついに劇場公開作品であることが正式に発表されました。これまでは携帯すら未定だったので、これは大きな前進です。そしてこの発表と同時に福田光雄監督が X でかなり踏み込んだことを語られています。 OVA 企画としてシードフリーダム以前からあるものだったのですが、劇場公開という形で発表することが決まりました。前半のコンテはもう10年以上前に書いたものでしたが、いろいろな意味で2年前よりブラッシュアップしておりますとのこと。もともとシードシリーズの続編は2006年にエクスプロージョンガンダムシードという名称でソニーミュージックアニメフェスティバル06で発表されていましたが、もしかしたらそれがゼロを指していたのかもしれません。さて、そんなシードフリーダムゼロですが、いつ公開されるのでしょうか。現時点ではキャスト、主題歌、前売り券、そして第2弾の PV に至るまで追加情報が一切出ていない状態です。前作シードフリーダムの場合、2023年7月2日タイトル発表と同時に第1弾 PV と公開日、2024年1月26日が一斉に解禁されました。その5日後にはムビチケ前売り券が発売。以降1ヶ月後の8月8日に第2弾 PV、 そこから2ヶ月後の10月5日に第3弾 PV、 さらに1ヶ月後の11月19日に第4弾 PV と主題歌発表、また1ヶ月後の12月13日に本予告が公開と、ほぼ1ヶ月スパンで PV が公開されていました。ちなみに直近の先行のハサウェイ・キルケイの魔女の場合は2025年6月26日にタイトル発表と特報公開、約1ヶ月後の8月1日にムビチケ発売、そこから2ヶ月後の10月10日に映画公開日、2026年1月30日が正式発表され、2ヶ月後の12月18日に本予告という流れでした。またガンダムカンファレンスでは尾形プロデューサーからゼロの制作は驚くほど順調に進んでいるという話が出ていました。一方、個人的に気になっていたのが新アスカの声優鈴村健一さん。今年2月に体調不良で静養に専念されるということが発表されていましたが、6月29日に正式に復帰が発表されているので、制作はなおさら順調に進みそうです。これらの情報と過去のケースから考えると、今月中か遅くても来月には次の PV が公開され、8月にはムビチケ発売、1月末に映画が公開される可能性が高そうです。ちなみに福田監督は今年2月9日の時点で X で明日はね、音楽の打ち合わせなんですよ。これだけでは何のことかわからないと思いますけれど、気合を入れてそろそろ寝ますと投稿されていたので、間違いなく西川貴教氏の新曲が作られていると思われます。新機動戦機ガンダムウィング。続いて今回のカンファレンスで個人的に最大のサプライズだったのが新機動戦機ガンダムウィングの新規映像制作決定です。
昨年2025年はガンダムウィングの30周年で、7月25日に30周年記念映像が公開されました。当時のセルガ町を再現した新規アニメーション、小説フローズンティアドロップの一部映像化、そしてクロークをまとった5機のガンダムの設定が公開と、ファンを完全に沸かせた一本で、以前の動画では続編制作もあながち夢ではないかもしれませんとお話ししましたが、それが本当に現実になりました。この30周年記念映像、現在の再生数がなんと804万回、高評価が20万件を超えています。ガンダムチャンネルの中でも完全に別格の数字です。実際バンダイナムコフィルムワークスの尾形直弘さんも世界中の多くの方からもっと見たいというメッセージをいただきましたと、この反響が制作決定の後押しになったことを認めておられます。ファンの熱量がそのまま新作を引っ張り出した形です。現時点では媒体も尺もスタッフも一切発表されていません。唯一判明しているのは尾形氏がカンファレンスの場でちゃんと長いですと一言だけヒントを残していること。海外にも強い作品なのでネットフリックスでの公開とかになるかもしれません。ガンダムウィングは漫画や小説で様々なエピソードが描かれていますが、個人的にはフローズンティアドロップは映像で見てみたいものの、多分そのまま作ったら似た人物が多くてわからんという意見が出てしまうと思うので、テレビとエンドレスワルツまでの時間軸での新規ストーリーあたりになるんじゃないかと思っていますが、果たしていかに。機動戦士ガンダムリマスター。先月のカンファレンスでは初代機動戦士ガンダムのリマスター制作決定が発表されました。2029年の展開を予定しているとのこと。目的はより多くの人に見てもらうためとのことで、ワールドワイドに楽しんでいただくためお色直しという形になると思うのですが、50周年にお披露目できるように制作を進めていると語られています。ただ発表されたのはここまでで、テレビシリーズ全43話なのか、劇場版3部作なのか、4K 化なのか、新規作画が入るのか、音声を取り直すのかは全て未発表です。そしてこの曖昧さがネット上で大論争を巻き起こしました。というのも劇場版3部作についてはすでに 4K リマスターの UHD ブルーレイが発売済みで、単に画質を上げるだけなら3年もかけて50周年の目玉に据える必要がないからです。そのためこれは再作画を含むお色直しではないかという説が広まっています。ここで警戒されているのがシード HD リマスターです。あちらはリマスターを名乗りながら画角の変更、作画の修正、さらには登場機体の差し替えまで行われました。そのため今回も上下を切ってアス比を変えないでほしい、 AI 補正でヌルヌルにしないでほしい、そして一番怖いのはオリジナルが見られなくなることといった声も上がっています。一方でファーストは海外に持っていくと絵が古すぎてきついと言われる、ジークアクスで若い世代が入ってきている今こそやるべきという賛成論も根強く、賛否はやるかどうかではなくどこまで手を入れるかで真っ二つに割れている状態です。ネットの意見から感じられるのは、声と音楽はそのまま、作画だけ底上げ、画角は切るなといったところでしょうか。個人的にはアムロがまさしく白い悪魔を体現した活躍を現代の高画質で見られるのを期待したいところです。機動新世紀ガンダム X、GWX3 作品の30周年を順に祝うガンダム GWX プロジェクトでは、 G ガンダムではその後を描いた外伝小説が公式サイトで公開され、今年3月20日には30周年記念ファイティングムービーが公開されました。これをもって G の30周年は実質完走し、バトンはガンダム X へと渡りました。そのガンダム X は4月5日に30周年を迎え、記念ロゴと特設サイトが公開。ロゴは月をモチーフにガロードとティファが背中合わせに空を見上げるデザインで、ネットでもめちゃくちゃセンスを感じると評判は上々の様子でした。展開としては4月下旬から高木渉さんと金井美香さん出演の記念番組アフター O のその後はどうが配信開始。各所での応援上映会やスペシャルステージなどが予定されています。ガンプラもハイグレードガンダムレオパルドが8月、ハイグレードガンダムバサーゴが10月、
ハイグレードガンダムアシュタロンが11月に発売予定と先々の予定は明かされています。ただ今のところ新規映像は出ていません。さすがに新規 PV は出ると思いますが、新作が続くかどうかは私たち視聴者の反応次第になるかもしれません。個人的には新規映像で WX の動きを見たいところですが、果たしていかに。閃光のハサウェイ第3部。続いて1月30日に公開された閃光のハサウェイキルケイの魔女です。4月27日には興行収入27億円、動員159万人を突破。前作の最終興行収入22億3000万円をわずか1ヶ月で追い抜き、さらに5月15日からは北米850館超という異例の規模で公開されました。バンダイの決算説明会でも、従来北米での劇場公開はファン向けのイベント上映が中心だったと語られており、ガンダムという IP 自体の認知が海外に広がった結果と言えそうです。そんな本作の完結となる第3部ですが、公開初日の舞台挨拶で葛西プロデューサーは長く空いてしまったことを少し反省して、次はもうちょっと早めに出せるように頑張りますと発言。さらに4月21日のスタッフトークショーでは、参加者のレポートによると、第3部すでに制作スタートしておりますので皆さん楽しみにしていてくださいと明言されています。コロナの影響があったとはいえ、第1部から第2部まで4年半かかったことを思えば大きく前進していると考えられそうです。ただし公式リリースとしての第3部制作決定はまだ出ていません。さすがに4年後の公開ということはなさそうですが、キルケイの魔女はジークアクス放送終了後に PV が公開されているので、第3部の情報が出てくるのは少なくともシードフリーダムゼロの映画が落ち着いた後になるのではないでしょうか。鉄血のオルフェンズウルズハント。本作は前回続編について他の作品に比べると望み薄かもしれませんとお伝えしましたが、残念ながらその見立てを覆す情報は出てきませんでした。2月15日立川ステージガーデンにて10周年記念イベント鉄火の祝祭が開催。主要キャストが集結し音楽ライブも行われましたが、公式はこのイベントを10周年プロジェクトのフィナーレと明言していました。なおこのイベントではウルズハントキャストは登壇されていませんでした。そしてその言葉通り、イベント以降公式サイトのニュース更新は事実上止まっています。9月25日にブルーレイが発売される以外、続編に関する発表は一切ありません。シリーズ監修の鴨志田はじめ氏が鉄血の今後は皆さんにかかっていると語っていたことを踏まえるなら、ファンの熱量が続編を動かすところまでは届かなかったということなのかもしれません。ウィスタリオの登場する柱星とバクラザン家のガンダムであるマルコシアスの関係はまだ何も明かされていません。9月のブルーレイの反響次第で状況が変わることを願いたいところですが、正直ウルズハントの映画の評判はお世辞にもいいという結果ではないので、かなり厳しそうに見えます。ハリウッド実写版ガンダム。長らく停滞していた本作ですが、4月20日オーストラリアのクイーンズランド州で撮影が正式に開始。制作はバンダイナムコフィルムワークス、レジェンダリーピクチャーズ、ナイトシェードの共同で、配信はネットフリックスに確定しました。監督はジム・ミックル氏。内容は地球とスペースコロニーの間で数十年続く戦争を舞台に、敵対する陣営のライバルパイロット同士の物語とのこと。エグゼクティブプロデューサーには尾形直弘氏と浅沼誠氏が名を連ねており、日本側もしっかり関与する体制です。監督交代のごたごたで数年間完全に止まっていた企画がついに実際にカメラを回すところまで来ました。ただし公開日は未発表で、正式タイトルすらガンダム歌唱のまま。撮影は6月頃までと報じられていたので、早ければ年内に PV が公開され、来年4月以降に公開といったところでしょうか。ガンダム漫画。まず機動戦士ガンダム8についてです。ガンダムエース創刊24周年記念として始まった完全新作ですが、6月26日なんとスペシャル PV の制作が決定しました。監督は公共紙編エウレカセブンの京田智美氏、制作はレイジングブル、企画はサンライズ。漫画作品でありながら連載開始と同時に
主人公キジリウスのガンプラを展開し、さらにアニメ PV まで作るという漫画作品としてはかなり力が入っており、ネットでは今月24日の新作発表でガンダム8が来るのではという予想も出ています。ただ肝心の漫画の方は第1話で未知の外宇宙の敵に地球が滅亡寸前まで追い込まれていたので、その後の展開が気になる作りになっているものの、現在は人間同士の争い中心に描かれていて、まだ第1話のきっかけすら出てきていません。そのためネットではシードが冒頭のナレーションだけで終わらせた内容を延々と続けている、月刊誌でやる内容じゃないという意見も出ています。先月やっと未知なる力を秘めたフェザーエクステンションという武装を装備したジリウスがお披露目されたので、 PV と合わせてここから急加速するのを期待したいところです。次にシードフリーダムアストレイ。こちらは5月26日発売のガンダムエースで完結しました。作者の時田光一氏が X で最後のアストレイ掲載紙面でお楽しみくださいませと投稿されています。立体物ではマスターグレードガンダムリバティアストレイレッドフレームが12月に発売決定していますが、アストレイは海外での人気が高く、漫画内では派生機も登場しているので、リバティアストレイのマスターグレードラインナップが増えていきそうです。人気機体なので、もしかしたら PV が出るかもしれません。機動戦士ガンダムジークアクス。本作は3月16日東京アニメアワードフェスティバル2026にてテレビシリーズ部門の作品賞、いわゆるアニメオブザイヤーを受賞しました。5月27日に発売された劇場先行版ビギニングブルーレイでは新規書き下ろし小説17番地事件も収録されました。気になる続編については公式発表は一切ありません。ただ4月9日の上映会でシリーズ構成の榎戸洋二氏がまだまだ明かされていないことばかり、いつ次のお話があっても良いようにしていると発言。修二役の土屋新橋も鶴巻監督からいつか修二について描く日が来るかもしれないと言われたことを明かしており、続編が期待される状況となっています。5月13日に発表されたバンダイナムコの決算では2026年3月期のガンダム関連の売上高が2543億円と前年比 65.7% 増で全 IP の中でトップかつ過去最高でした。そしてバンダイはこの伸びの要因として大阪・関西万博のガンダムパビリオンとジークアクスの盛り上がりを明確に挙げています。ところが来期2027年3月期のガンダムの計画は2400億円なので前期実績から減る計画。つまり万博とジークアクスという爆発要因の反動をバンダイ自身が織り込んでいるわけです。逆に言えばこの反動をひっくり返す新しい弾が必要になるので、ジークアクスがこれだけの数字を叩き出した以上、その続編が出る可能性は大いにあり得るのではないでしょうか。新劇場版エヴァを手掛けたカラーの実績から考えると、ジークアクスとはまた別の世界観でイフの世界の物語が出てくるかもしれません。あの作品はどうなった？機動戦士ガンダムユニコーン2。2018年に発表された UC NEXT100 の第3弾として予定されていた作品ですが、今回も新情報はゼロでした。福井氏が手掛けられているヤマトヨトワンレベル3199は第7章が10月30日に予定されているので、順調に進めば年内には完結が見えてきますが、福井春俊氏はムーンガンダムの連載も抱えているので、ユニコーン2が動き出すのはやはりもう少し先になりそうです。次に機動戦士ガンダムサンダーボルト。原作漫画は最後に度肝を抜くサンダーボルトガンダムが登場して完結。その後のディセンバース会上映会での関係者トークの際、尾形氏が映像化に強い意欲を示していましたが、その後公式発表はありません。なお作者の大田垣氏は2026年夏からオリジナルの新作を始動し、さらに並行してムーンナイトマイルの完結も目指されています。つまり大田垣氏側は一旦ガンダムから離れる動きに入っています。映像化にはまだ時間がかかりそうです。そして機動戦士ガンダム 00。2018年水島誠二監督が 00 の新作作りますとコメントされて以降、実に8年間続報がありません。
今年のカンファレンスの発表項目にも00は含まれておらず、水島監督は現在も劇場アニメアイゼンフリューゲルに総監督として携わっておられますが、こちらも公開日は未定のまま。やはり2028年の20周年が一つの目安になりそうです。機動戦士ガンダム第 08MS 正体は今年で30周年を迎え、6月11日発売のグレートメカニック G に川本俊博氏と山根公俊氏による記念インタビューが掲載されましたが、公式からの発表は何もありません。個人的には一年戦争の泥臭い戦いを描いた本作の作風が非常に好きなので、次は万丈先生のアグレッサーのアニメ化を期待したいのですが、どうでしょうか。ということで以上、現時点で判明しているガンダム作品の新作情報まとめでした。シードフリーダムゼロ、ガンダムウィングの新規映像、初代のリマスター、先行のハサウェイ第3部、ハリウッド実写版、そして完全新作ゲーム。ここまで同時多発的にガンダムが動くのは非常に稀で、その背景にあるのが売上2543億円という過去最高の数字。バンダイが本気でガンダムに投資できる状態になったということなのではないでしょうか。いよいよ今月24日午前3時のアンベール・ザ・ネクスト・ガンダムでは次のガンダムが発表ということで、個人的にはアメリカで発表という点からまだ見ぬ完全新作よりもガンダムウィングの新作なんじゃないかなと思っていますが、皆さんはここで何が発表されると思いますか？ぜひ皆さんの予想をコメントで教えてください。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。